こんにちは。Xbox 専門 VTuber のたくみしんなです。今回は4月前半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと4月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。ぜひ最後まで見てね。プラネットコースター2、4月9日からゲームパスに対応します。2024年にリリースされたテーマパークを経営していくシミュレーションゲームです。本作ではアトラクションはもちろん、テーマパーク内の飲食店やマップまで様々なカスタマイズを楽しむことが可能。ウォータースライダーなど水を利用したアトラクションを設置することができます。また、作ったテーマパークをアップロードしてフレンドに来てもらったり、その逆でフレンドの作ったテーマパークへ遊びに行くこともできるとのことです。タイニーブックショップ4月10日発売日初日からゲームパスに対応します。海辺の書店を舞台にした本屋さんを経営していくシミュレーションゲームです。スイッチの方で昨年夏にリリースされている今作が Xbox にも登場となりますね。今作では小さな本屋さんの内装をカスタマイズしたり、様々なジャンルの本を並べ、お客様の好みに合う本をおすすめしたりしながら、居心地のいい心温まる本屋さんを目指していくこととなります。最大の特徴は実在する本が登場するという点。日本で有名な漫画や小説なんかも出てくるため、本好きな方は特に楽しめる内容になっています。ハデス2、4月14日発売日初日からゲームパスに対応します。ギリシャ神話を題材にしたローグライクアクションゲームです。今回は前作の主人公であるザクレウスの妹メリノエが主役に、基本システムやゲーム性は1作目と同様の作りで、何度も繰り返し挑戦をして自身を強化していくリプレイ性の高いアクションゲームとなっています。ちなみに物語は独立しているため、1作目を遊んでいなくても楽しめるものの、前作のキャラクターも登場し、前作を遊んでいるとより楽しめるって感じの作りになっているとのことです。また、ダンジョン内の新要素として新たに採取の要素が存在。ダンジョンで鉱石を採取し、素材を持ち帰ることで新しい装備を入手することが可能になっています。先日のパートナープレビューで発表されたばかりの Xbox 版ハデス2が早速ゲームパスに追加となりますね。楽しみにしていた方も多いと思いますし、たっぷり遊びましょう。リプレイスド4月14日発売日初日からゲームパスに対応します。80年代のアメリカを舞台にした 2.5D のグラフィックで描かれたレトロフューチャーアクションゲームです。当初2022年の発売が予定されていた作品ですが、長期間の延期を経ていよいよのリリースとなりますね。本作では弱攻撃、強攻撃を組み合わせた近接戦闘に回避とパリーの要素も存在。また、近接攻撃によってゲージを貯め、銃による攻撃を行うことも可能となっています。キャラクターのモーションやアニメーションなど美麗で派手な演出が魅力の今作、遊べるのが楽しみですね。ソーマタージュ4月14日からゲームパスに対応します。1900年代初頭を舞台にした見下ろし視点の RPG 作品です。本作では超能力者の主人公として悪魔を召喚し、単性の戦術バトルを駆使して敵と戦っていくこととなります。なお、今作は日本語には未対応となっています。物語重視の作品ということもあって、日本語対応が望まれますね。EA スポーツ NHL26 4月16日からゲームパスに対応します。昨年秋にリリースされたアイスホッケーゲームです。NHL データを活用することによって有名選手たちがまるで本人であるかのような思考や動きをするように作られているとのことです。なお、今作は日本語には未対応となっています。コールオブデューティーモダンウォーフェア4月17日からゲームパスに対応します。2019年にリリースされたリブート版のモダンウォーフェアです。ゲームパスとしては、まずモダンウォーフェア3が追加され、その後にモダンウォーフェア2が追加という形式だったので、ついに1作目も対応する形となりますね。
発売時期としてはまだ1の頃の作品だったため、シリーズ X、S 向けの最適化は行われていません。ちなみに同一名称の作品が Xbox 360の頃にもリリースされていましたが、360版とは異なる内容のリブート作品となっています。これでリブート版の1から3までゲームパスで遊べるようになったので、ストーリーを一気に追いかけたいという方は触ってみてはいかがでしょうか。ヴァンパイアクローラーズ4月21日発売日初日からゲームパスに対応します。ヴァンパイアサバイバーズの世界観を引き継いでいるスピンオフ作品です。今回は本家バンサバとは違い、カードを利用して戦っていくデッキ構築型のローグライクゲームに、バトルの方は単性となっていて、バンサバでおなじみの武器やアイテムを利用した戦闘を楽しむことができます。進めば進むほどにどんどん勢いを増し、ものすごい物量のカードを使ったり、キャラごとに異なる能力を持っていたりなど、単性でありつつもバンサバらしさをうまく取り入れたスピンオフ作品となるとのことです。こちらもものすごく楽しみにしています。ギルン4月23日発売日初日からゲームパスに対応します。Xbox ゲームスタジオファーストタイトルとなる陶芸バトルゲームです。陶芸バトルゲームとはと思う方も多いかと思いますが、本作では自分で形作った陶器を操作し、バトルに挑むことができます。大きいサイズなら頑丈になるし、小さいサイズならより素早く動けるような感じですね。バトルは4対4方式で、作った陶器に水をため、敵陣まで持ち運んで、敵陣の釜に水をかけるってルールになっています。陶芸バトルの開幕だ。NBA 2K26 こちらは4月3日からゲームパスに対応しています。昨年9月にリリースされたバスケゲームですね。本作では本場 NBA の映像を直接取り入れており、没入感あふれるゲームプレイを楽しむことができます。過去作と比べてもジャンプする瞬間や足を踏み込む動作、方向転換する時の切り返しなどにより自然な動きを実現。また操作システムも刷新され、これまで以上に直感的なプレイが可能になっているとのことです。なお、クロスプレイに関しては PS5 と Xbox シリーズ X、S での対戦に対応していて、PC やスイッチ2版とは対戦できないと明かされています。さらに、フットボールマネージャー26やオブリビオンのリマスター版、そしてリトルロケットラボなど計6タイトルが4月前半に順次ゲームパスプレミアムに対応します。プレミアムプランの方で遊びたかった作品がある方は触ってみてはいかがでしょうか。さらに4月8日にはスターフィールドに無料アップデートが配信されます。今回のアップでは過去最大規模であると謳われており、同じ星系の惑星間をスムーズに移動することができるクルーズ機能が追加。こちらは移動中にイベントやアクティビティが発生することもあるとのことです。また武器や装備に特性を付与することができる新たなリソースが加わっている他にも、拠点間でアイテムを共有できるコンテナなども追加されると明かされています。本作は引き続きゲームパスでプレイ可能なので、最新のアップデが気になる方はぜひ試してみてはいかがでしょうか。また4月13日にはドームキーパーに無料アップデートが配信。これまでは一人プレイ専用タイトルでしたが、新たにマルチプレイに対応します。本作は昨年12月からゲームパスに対応している作品で、エイリアンの襲撃から基地を守るローグライクゲームとなっています。惑星を探索して資源を集め、その資源を使って自分自身や基地のアップグレードを行っていくって感じの作品ですね。今回のアップデートではローカル、オンラインともに4人まで一緒にプレイすることができるようになるとのことです。仲間内でワイワイ楽しめそうですね。ここからは4月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介します。百栄雄伝、追加から2年で終了となります。幻想水湖伝のクリエイターたちが手掛けた RPG ですね。
そのタイトルの通り、100人以上に及ぶ仲間キャラクターが存在し、全員がフルボイスに対応しているのが特徴の作品です。現代の RPG としては不便な点が多い作品ではありますが、気になる方は試してみてはいかがでしょうか。グランドセフトオート5、追加から1年で終了となります。今回4度目のゲームパス対応でしたが、改めて外れる形となりますね。自由に派手に、モラルなき過激な物語を楽しむことができるアメリカ西部ロスサントスを舞台にしたオープンワールドクライムアクションゲームです。本作には GTA オンラインも同時収録されているため、終了前に触っておきたいっていう方は試してみてはいかがでしょうか。アッシェン、追加から1年半で終了です。独特なグラフィックが特徴のオープンワールドアクション RPG です。開発はプリントロックのスタジオが担当。やられてしまうとその場にお金をロストしてしまったり、弱攻撃に強攻撃、それに回避やダッシュなどが用意されているなど、オーソドックスなソウルライクの作りとなっています。オンライン2人協力プレイにも対応していますよ。マイリトルポニーゼファーハイツの謎、追加から3ヶ月で終了となります。同タイトルのキャラクターを題材にした子供向けのアクションゲームですね。ローカル2人協力プレイにも対応していて、ミニゲームを楽しむこともできますよ。ということで今回は4月前半に新しくゲームパスに追加されるタイトルと、4月15日をもってゲームパスから外れるタイトルをご紹介しました。私のチャンネルでは今後も Xbox の最新情報や製品紹介、それとレビューなどを行っていきます。よかったらチャンネル登録と高評価していただけるととても嬉しいです。あと X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。